マウスカーソルを当てた場所の色を読み取ることができまして、いいんじゃない？こんにちは。さあ、今回はですね、私が好きなとあるスマホゲームの UI をフラッターで再現してみようという動画でございます。こちらですね、クラッシュロワイヤルっていうゲームでして、見てわかる通り、いかにもゲームっていう感じのごちゃごちゃした雰囲気になってます。ほら、よく言うじゃないですか。若者はわちゃわちゃしたお祭りみたいな見た目が好きで、年を取るとだんだんシンプルなものが好きになっていくみたいな。なんですが、このクラロワっていうゲームは、一つ一つの UI 部品がすごく丁寧に作られていてですね、面白い動きもさせつつ分かりやすいみたいな、非常に参考になるデザインだなと思って前から少しずつ勉強しながら遊んでたんですよね。なので今日はね、画面全体は無理なんで、まずはこの中でも特にずっと表示されているこの下のタブバーを真似して作っていこうと思います。それではやっていきましょう。レッツゴー！じゃあとりあえず真似したい部分のスクショを何枚か集めて必要になりそうな画像素材を作っていきましょう。全部手作りっていうのは無理そうなんで、ネットで手に入れたフリー素材とかをうまいこと加工しながら作っていきます。はい、じゃじゃーんと、一通り揃え終わりました。こっちが私が作った偽物の方ですね。宝箱だけはどうしてもね、難しかったです。うまく真似して作れなかったんで、これで勘弁してください。それ以外のね、アイコンは、再現できてるかなと思いますんでね。では、この画像たちを Assets Images のフォルダの中に大事にしまっておきまして、フラッターのコードを書いていこうと思います。最初は全体のテーマから決めていこうかな。テーマ .dart を作って、でさっき作った画像を置いてあるパスをですね、並べて定義していきます。クラス Images で、宝箱の画像から順番に、スタティックコンストの次に使う色を決めていきましょう。クラス、クラッシュカラーとかで、一旦画像のところに行ってですね、で、アプリで、カラーデジタルメーターっていうアプリがあります。こうやってマウスカーソルを当てた場所の色を読み取ることができまして、これ実はですね、Mac に最初から入ってるアプリなんで、Mac 使ってる方ご存知でしたでしょうか？たまに便利な時あるんでね、もし覚えてたらぜひ使ってみてください。で、このタブの色とかをこうやって読み取ったりしながらですね、広い意味ではこれもリバースエンジニアリングになるのかな？ここに出てきてるのが10進数の色なので、これを16進数に変換してやれば、フラッターで使うカラーコードが計算できます。フラッターでは光の三原色であるレッド、グリーン、ブルーの前に透明度を表すアルファを追加して、合計8桁の16進数で色を細かく指定していくことができます。0x っていうのはね、他の言語でもおなじみの16進数のことですね。なので、今回はカラーと書いたカッコの中に、0xFF4C576B のように、さっき調査した色を入れておきます。じゃあ次はフォントを行きましょう。この文字のフォントとできるだけ近いフォントを探さなくちゃいけないので、今回も Google フォンツさんにお世話になります。これとかどうですかね？結構それっぽくないですか？ここにコレクションって入力して比べてみようか。十分。よし、これに決めました。ルッソワンですかね？どういう意味だろう？なんか調べたところ、なんか英語でロシアのなんとかみたいなそういう意味なんらしいんですけども、今世界情勢でロシア、あれですけどね。このフォントが一番それっぽかったので、採用していこうと思います。ダウンロードして、フォンツの中に入れておきましょう。クラッシュフォンツでルッソ1と。はい、OK。じゃあこんな調子で残りの見た目に関する設定値をどんどんここに書き足していこうと思います。テーマ全体のファイルを一応移しておくとこんな感じになってます。まだちょっとね、見た目が何もできてないので、なんとも伝わりにくいかなとは思うんですけども、ここから少しずつゴールが見えてくるかなと思います。
では、いよいよ肝心なウィジェットを作っていきたいんですが、これを見てる感じだと、フラッターのウィジェットそのまま使うと表現が難しそうだなっていう部分がいくつかありますよね。例えばさっきも見てましたが、この白い文字の周りを黒で縁取りしてるようなラベルの感じとかね。なので、あらかじめこういう後で作るとめんどくさそうだなっていう部品から先に準備していくっていう作戦でいこうと思います。ボーダードテキスト、ドットダートとかを作って、ST レスでオリジナルウィジェットを作っていきます。はい、こんな感じでどうでしょうか。白い文字の周りに黒色で縁取りしてるように見えますよね。コードはこんな感じになっています。要は文字を2つ重ねて表示して、後ろ側の文字をちょっと大きくして黒色にしておけば、で、前に白色の文字を置いておけば、こういう風に見えるっていうトリックなだけなんですけども、パッケージとか探せばね、これと同じような見た目でできるものはあると思うんですけども、今回極力パッケージは使わないように作っていこうと思っているので、これで十分かなと思います。一応この動画の中でもフックスとリバーポッドの2つのパッケージだけはちょっとないとね不便すぎるので使わせてください。じゃあ次はね、このテキストの下についてる影っぽいやつ、これもね簡単っちゃ簡単そうなんだけど、微妙になんか文字と半分重ねてたりしてフラッターでやりにくそうなオーラもなんとなく醸し出してるんで、一応先に潰しておきます。これなんか漫画で出てきそうな影の付き方っていうことで、トゥーンシャドウとかドットダートとかにしておいて、これでいいかな。ウィジェットの下に少し重ねて、四角い影をねつけることに成功しました。これだけ見てるとね、なんかちょっと浮いて見えるけど、後で周りの方も完成してきたら多分違和感少なくなるんじゃないかなと思います。あと気になってたのが、そうそう、画像じゃなくてこの動きですね。タブを切り替えた時に矢印がボヨンボヨンって動いてるんですよね。これもできれば再現していきたいですね。もしちょっとやってみて無理だったら諦めるかもしれないです。なんて呼べばいいのかちょっとわかんないですけど、バイブレーションとかになるんじゃないかな。ちょっと名前はわかんないですけど、一旦ファイルを作りまして、バイブレーションボックス .dart とかで作ってみようと思います。意外と簡単にいけますね。なんか微妙にコードは長くなっちゃったんですけど、基本的にはカスタムフックのテンプレをちょこちょこいじっていくだけでできました。今この揺れてる動きが無限に続いてますけど、これを最初の1回だけとかで止めれば、さっき見た本物のアプリのアニメーションにも近づけるんじゃないかなと思います。逆位相の揺れもちゃんと再現できたので、ここはこれで一旦完成にしておきましょう。で、作ってる時に思い出したんですけど、今回タブバーだけ作るっていうのはいいにしても、この上のスキーマの部分をなんか適当なウィジェットで埋めなきゃいけないなと思って、真っ白だとちょっとね、画面が切り替わったってことが分かりにくいと思うので、適当な画面をなんか用意しておきましょう。フェイクページ .dart として、で、ST レスの、こんな感じで目立ちすぎない程度の色で真ん中に好きな文字を大きく表示しておけるようにしてみました。これはこれで OK なんで、いよいよタブバー本体をね、組み立ての方に移っていきましょう。レッツゴー！さて、まずは焦らずにタブバーの状態管理からやっていきましょう。ここも画像より動画の方がいいですね、一旦。この動きを見て何を状態管理すればいいのかちょっと決めていきたいんですけど、まずは今何番目のタブが選ばれてるかっていう状態は間違いなく切り替わってますね。でね、よく見るとこのタブが切り替わってない時でも動いてますよね。この白い光の部分、さっきからこれ何なのかちょっとわかんないですけど、スポットライトは違うか、ハイライトって言えばいいのかな。これがこう画面の横の動きに合わせてこいつも動いてるんですよね。最初はなんかタブが切り替わった時だけシュッて動くんかなと思ったんですけど、完全に切り替えなくて戻した時とかでもこう連動して動いてることが分かったので、これはどうやって作るもんかなと、どうしたものかのと考えまして、絞り出した方法がこちら。はい、高校数学で習う内分点の公式ですね。なんでこれを急に思いついたのかといえば、フラッターにはアラインっていうウィジェットがありまして、左側がマイナス1で真ん中が0で右側がプラス1っていう数字を使って中に入れたウィジェットの形とか幅に関係なくぴったり好きな場所にウィジェットを
置いておくことができるんですね。で、この式を計算するためには、もちろん M、N、XA、XB っていう4つの変数が必要になるんですけども、今回フラッターに限って言えば、アラインの話に限って言えば、両端の XA と XB が今言ったようにマイナス1とプラス1っていう風に固定してしまって大丈夫なので、これを当てはめていけば、これだけで一気にすごくシンプルな公式として生まれ変わりますね。なので、フラッター使うときとこの式の相性がすごくいいんじゃないかなと思うんですよね。あとは肝心の M と N が必要なんですけど、これはフラッターのページコントローラーというものを使えば割と簡単に手に入ると思います。ページコントローラーは画面を横にずらしていた時に、今全部の画面の中でどのあたりにいるかっていう現在地を表すデータを持っていたはずなので、そこから M と N が簡単に計算できるということで、それをこの内分点の公式、フラッターバージョンにですね、使って当てはめれば、このスポットライト、ハイライトか、どっちでもいいけど、を、この画面とハイライトを連動させて一緒に動かせるんじゃないかなというふうに思いついたわけです。というわけで、まだちょっとうまくいくかはわかんないんですけども、頑張って、これをコードで書いていきましょう。state.dart を作って、まずは画面の横移動の現在地を知るためのページコントローラープロバイダーイコール多分こんな感じで OK ですね。一応途中で軽く検証アプリも作って動かしてみたんですけども、今のところ問題なく動いてくれてるので大丈夫だと思います。コード全体はこんな感じに落ち着きまして、真ん中にストリームプロバイダーを1個挟めば、全体がスッキリ書けるということに気づいたので、ここに書いてます。で、さっき説明してた内分点の公式はここに書いてありますね。この周りのコードとかも含めてもっとじっくり見たいなという人は、この動画の概要欄から貼っておきますので、ぜひご覧ください。さあ、これで状態管理も完成したので、ウィジェットの方を組み立てていこうと思います。それでは新しいファイルを作って、クラッシュタブルート .dart としておきます。どの画面とどのタブのアイコンとどのラベル文字がセットなのかをまとめるルートっていうクラスを先に作ろうと思います。一番最初の画面は、ボディ、画面本体はですね、真ん中に大きく A っていう書かれた画面にしておいて、アイコンは宝箱。で、ラベルの文字はショップですね。で、次の画面は、ボディは真ん中に大きく B って書かれた画面にしておいて、はい、そんな感じで5つとも完成したので、ここからまた別のファイルを作っていきます。クラッシュタブアイテム。タブの部分のね、レイアウトを並べていきます。のテキストをもう少し太くしまして、さっき作った影をつけて、それっぽくなってきたぞ。この矢印さんたちをバイブレーションさせていきましょう。いいんじゃない？今選ばれてるタブのレイアウトと、それ以外のタブのレイアウトを分けて両方作っておきました。選択中のレイアウトの方はセレクテッドレイアウト。で、もう片方はアンセレクトドレイアウトっていう名前で、一つのファイルの中にいくつかウィジェットを分けて作っています。選択中のレイアウトの方のこっちはね、ちょっとだけ並べるの大変でしたね。アイコンの部分だけ少し上に高く持ち上げたりしてね、地味に微調整が結構入ってます。で、アプリの方でもう一回確認してみると、左端と右端の方は片方しか矢印が表示出ないような仕様になってたので、ちゃんとそれの出し分けもね、できるようにしておきました。コード全体はこんくらいの量ですね。じゃあこのアイテムたちを全部5個並べて今日作りたかった本題のタブバー本体をここから組み立てていきましょうか。新しいファイルでクラッシュタブバー .dart としまして、この中にまた部品を並べていきます。じゃあ、ここから完成まで早送りかカットで。めっちゃそれっぽくできたんじゃないか？ちょっと比べてみましょ
今実際のゲームも動かしながら比べてるんですけど、これ結構な再現率じゃないですか。若干なんか私が作った方が平べったい感じと言いますか、本物に比べてなんか光沢感が足りないような気が少ししますけども、いや、それにしても、もしこのままね、これをアプリにしたら、パクリじゃねえかお前って誰かに怒ってもらえるくらいのレベルには近づけたんじゃないですかね。設計的にはですね、後ろ側と前側に分けて作ってまして、こう、バックグラウンドだけ表示してみるとこうなってますね。さっきの動きになってて、フォアグラウンドだけ表示するとこう見えますね。区切る線をこう、つけながら横に並べただけなので、作る難しさで言えば、一つ一つのタブのアイテムの方が難しかったですね。これでもうほぼほぼ完成なんですけども、最後に上のところに偽物の画面をはめ込んで終わりにしますか。もうメインの中でいいや。で、スコープで囲んでメイン関数も完成と。じゃあ動かしてみましょう。はい、というわけで、クラロワのタブバー再現、これにて完成です。しっかり横幅に合わせてサイズ変更もできてますし、端っこのタブは矢印が内側だけ表示されていますね。でもやっぱり一番のポイントは、このハイライトの白い部分の動きかな。上の画面に合わせて止まった時とか、ぴったりここに来るこのぴったり感。これはフラッターに入っているタブバーウィジェットだけでは多分できないと思うので、地味ではありますけども、なんかこう、自分で作ったっていう満足感がありますね。はい、というわけで今日はこんなところかな。今回はただの遊びでパクってみただけなんですけども、アイデア次第ではゲーム以外のアプリにも色々応用できると思います。こういうのって、ここからちょっと色とか画像を変更してみるというだけでも、だいぶ印象変わるもんですからね。せっかくだから適当に1個なんかやってみようかな。例えばこういうデザインなんかどうでしょうか。少し色合いを変えただけなんですけども、さっき作ってたあのゲームから真似して作ったっていう感じがだいぶなくなりますよね。これから何かを作る時の私のいい練習にもなったかなと思います。皆さんの中にももし普段自分が使ってるアプリの中で、このアプリのここの UI すごい面白いよとかっていう情報があったら、ぜひ教えていただければ幸いです。これからもね、そういうのを見つけたらどんどん真似して作って遊んでみようかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。See you next time. バイバイ。